いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イエイイエイイエイ。僕たちは自分で自分を決定する力を持っている。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日のテーマはこちら。じゃん。くまさん、もう一度いくよ。なに？今日のテーマはこちら。じゃん。ねえねえ、くまさん、ちょっとちゃんと言ってよ。僕ちゃんとじゃんって言ったよ。違うってくまさん。これなんて読むんっていうのをくまさんが担当しているの。ああ、そういうこと。はい、それではもう一度いきます。今日のテーマはこちら。願いかまたりよ。絶対に違うね、くまさん。これ眼見おごね。眼見おごって読むんだよ。そうなの？またえらい難しいんだね。パッと聞いてすぐ漢字では書けなさそうだね。ちなみに英語だと voluntarily assuming appropriate karma だそうです。英語もどえらい難しいんだね。でもね、日本語もボランティアって単語を使うじゃない。だからイメージでさ、なんとなくさ、ボランティアって感じ？なんか自発的にとかさ、自分から進んでそういうふうに思うよというような意味合いになりそうだね。じゃあさ、眼見おごってさ、ごって言ってるからご、カルマがさ後ろについてんじゃんさ。ということは、この目の前に出てきやがったこの号は自分にとってふさわしい号かもねって自分で思うってこと？まあそういうことだね。なんで？そんな風に思ってどうすんの？どうするとかじゃなくてさ、よくさ、学会員のおばちゃんとかがさ、言うじゃん。なんか苦しいことが来た時に、これは眼見おごって言ってね、自分がこう願ってこの語を出したんだよってよく言うじゃん。でもそんなん言われてさ、なるほどね、納得って誰が思うんや。まあそれもそうなんだよね。辛い時にさ、その辛さって自分が願ったんだよって捉えるのはちょっと高度だよね。でも私たちが一生懸命活動していく中で湧き上がってきた悩みっていうのはやっぱり意味があるのもなんとなくわかる気がしますけど、でもどうしてそう捉えるのかっていうところの説明がもうちょっと欲しいよね、私たち。まあそういうことですよ。じゃあ英語でそうかさんよろしくね。よろしくね。はい、皆さんこんにちは。今日のテーマは眼見おご。先ほども出ましたが、眼見おごとは自らふさわしい業だと思う、自ら願ってその業を受けているというような意味合いになるようです。この眼見おごの一番難しいところは、自分が一番しんどい時、苦しい時に眼見おごって言われてもなかなか自分の中でなるほどとすんなりいかないところですね。普通しんどいことが来たら、なんでそんな風にわざわざ願っちゃったんだろうとなりますね。そうやってなんかすっきりしない時、そういう時は池田先生のこんな指導を読むことをおすすめします。自分なりに眼見おごとはどういうことなのか、そして眼見おごの生き方とはどういうことなのか、これが少し見えてくるかもしれませんね。眼見おご。眼見おご、願い業をかぬといって、あえて願って苦しみの姿で生まれ、その苦しみと戦い打ち勝つ姿を見せて人々に仏法の力を教える生き方がある。菩薩の生き方です。信仰者が初めから全てに恵まれていたならば、人々は仏法の凄さを知ることができない。だからあえて悩みの姿で生まれて人間革命してみせるのです。劇です。ドラマみたいなものです。いかなる人の人生も自分自身の物語を書き綴っているのではないでしょうか。他の誰のでもない自分の物語です。どんなことから書き始めるか、どんな波乱万丈の筋書きにするか、どういう逆転劇を描くか、一切を自分で決めていくのです。大聖人は池上兄弟に、今兄弟が団結して
苦難を乗り越えゆく姿を未来までの物語と言われました。それは襲いかかる山椒島の嵐に翻弄される苦渋の物語ではありません。全く新しい未来の物語です。兄弟が心を一つにして苦難を乗り越える物語、一家和楽を成し遂げる物語、そして正義の大勝利の物語です。この新たな物語を描いていく起点こそが大商人の太陽の仏法が切り開いた本因明の訪問であり、宿命転換の哲理なのです。辛い思いをした人ほど多くの人を救っていける偉大な使命があるんです。これが仏法です。菩薩道の人生です。戸田先生は時には貧乏菩薩や病気菩薩のように見えるかもしれない。しかしそれは人生の劇を演じているんだよ。正真正銘の自由の菩薩なんだとよく言われていた。自分の苦しみを業と捉えるだけでは後ろ向きになる。それをあえて使命のために引き受けた悩みなのだ。これを信心で克服することを自分が請願したのだと捉えるのです。眼見応合はこの一年の転換を教えている。宿命を使命に変えるのです。自分の立てた請願ゆえの悩みであるならば、絶対に乗り越えられないはずがない。どうでしたでしょうか。自分の物語は自分で書き綴るものなのだという捉え方をした瞬間から、その物語に起こってくるさまざまな困難は主人公である自分を強くする役割を担っているだけなのだということが分かってきます。苦しみをそのように捉え意味を与える力強い生き方、眼見応合。人生どうにもできないという枠を突き抜け、自分の物語を最後まで自分で書き綴っていこうとする力強い眼見応合の生き方を今回ご紹介してみました。結局大事なことは何があっても負けないこと、戦うこと、希望を失わないことである。人生もこれ以上無理だと諦める自分、もうこれぐらいでいいだろうと妥協しそうになる自分との戦いである。断じて諦めない、断じて負けないと自己の闘争に勝ちゆくことだ。苦労を避けてはならない、断じて悩みに勝たなければならない。自分の宝は自分で作る以外にない。自分自身が自分自身で良かった、勝ったと言える人生の価値を作ること、その人が栄光の人、人格の人である。仏法者にとっての敗北とは、苦難が起こることではなく、その苦難と戦わないことです。戦わないで逃げたとき、苦難は本当に宿命になってしまう。生ある限り戦い続ける。生きて生きて生き抜いて、戦って戦って戦い抜いていく。この人生の真髄を教える大商人の宿命転換の哲学は、従来の宗教の苦難に対する捉え方を一変する偉大なる宗教革命でもあるのです。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。